はい、これがオランダワーホリで必要になるであろうグッズをダイソーから買ってきた第1弾。ダダン。きっとまだ買い足すからね。じゃあダイソーで買ってきたものを紹介していきます。じゃあまず1個目、見えるかな、うん、これは丼です。プラスチック食器シリーズを購入しました。こいつは直径16センチだから、うどんとかラーメンとかこれくらいこれくらいわかんな。だから、多分比較対象として分かりやすいのはこれがお茶碗。これもレンジ対応でお茶碗、使えるやつお茶碗で、お茶と碗がこうすっぽり入るぐらいの大きさ、13センチ16センチと、こいつが汁碗。汁碗とか茶碗がね、意外と海外だと買えないから、日本のものは日本から持っていくっていうのと、この3つ全て電子レンジ対応なので、ちょっとしたものをチンするにも活躍します。で、軽い。これもスポッて入るからだからかさばらない、多分。300円600円で、だってこんな食器がね、箸とかは自分たちの持ってけばいいから、うん、食器これだけあればいいかな。とりあえずね。平らなやつとかまた後日考えるとして、これが食器シリーズで、食器の流れでこいつはちょっと面白そうだなで買ってみた。これは万能調理スプーン。こいつがすごいのは、なんか先っちょこんな感じになってんだけど、おろす、潰す、混ぜる、炒めるができる万能調理スプーン。優れもの。おろし器が意外と海外だと見つからなかったり、わざわざ買いたくないなっていうのもあると、あと炒めるとかちょっとさっと使うぐらいの使うにはいろいろ使えて便利かなと思って、ちょっと面白そうだから買ってみました。いつも木べらとかフライパンのやつとか持ってったりするけど、こいつが使えるならね、全然これ1本だけ持ってけば、意外とその何グラムの重さが荷造りの勝負に大事になってくるから、こいつを買ってみました。じゃあ次はこいつかな、これはアウトドアグッズっぽいけど、8ウェイポケットナイフ、万能ナイフだね。で、使えそうなのが、ワインオープナーとかはね、ちょっとした時に別で持ってくけど、こいつはあったら生活を豊かにしてくれそうなのと、あとはナイフとか。ナイフはあんま使うことないかもしれないけど、この缶切り栓抜きね、向こうの安い缶とか買った時に、なんか基本的にプルタブがついてない缶の製品が多いから、そういった時に缶切りがあるとすごく便利。そうだね。日本のものが手に入るならあんまり必要性ないけど、手に入らない場合に備えて1本、はい、あると便利シリーズ。次はじゃあこいつかな。これは私のスーツケース用です。鍵がついてないタイプのスーツケースで、もう今までそれでベルトだけつけて運んでたけど、防犯対策ということで買っておきました。詰め替え容器セットです。旅行用としても使えるし、最初の生活であんまり荷物を広げすぎたくないので、最初のちょっとホテル生活とかはこれで過ごせるかなっていうようなのをちょっとまとめたいと思って買いました。ベーシックキットだね。あとは
まあどんなとこ住むかだけど、もしシェアハウスとかになるのであれば、うん結構そのシャワールームにいっぱい物を置いたりっていうのを嫌だったりする場合そうは、自分たちが入る時に持ってっ持っててとか。かないといけないっていうようなものもあったりするから、そういった時に役立つかなと思って買っておきました。救急セット、うん、これとかはまあ、絆創膏飛んだ防水で枚数もいっぱい入ってるから、ちょっとした傷用でそうだね。買いました。なんかそれこそ缶切りとか全然ね慣れてないから、うん前やった時も怪我したし、あとはちょっとしたね紙とか、うん紙で手切ったりとか、アルコール染みたりするからね、うん今だからこういうのを買っておいて、あとアウトドアにも使えるしね。うん、あってそんなし。でそれの関係でもし怪我した時にはこのアルコール消毒面で傷口をささっと除菌して、大判ガーゼで、まあ、切ってね。個包装の方が清潔だから、まあそうだね、傷口拭いたりするのはこういう方がいいかなって思って買いました。意外と気づかない時に怪我してるが多いから、そういう時にねわざわざ病院行ってもあれだし、ちょっとさっとする時にこういうので、それと一緒にこの不織布テープ、サージカルテープも、まあ医療用で使ってもいいし、もしもの時にテープとかあると便利だから、ねまあちょっと便利グッズの一環。アウトドアもするので、それも兼ねて準備しました。これ使うかわかんないけど魚の目パッド、しかも上用。足の上って上の目なったことないけどまあでも意外ともし上の目、まあこれ多分足の裏にやっても大丈夫なんだと思うけど、ちょっと買えなそうかなっていうシリーズで、で意外ともしなっちゃった場合に割と病院行かないと治らない系だから、魚の目は。俺は病院行ったし本前ね。だから念のため。これはペーパーハンドソープ、紙石鹸ですね。子供がいる友達がこれ持っててすごい便利って言ってたんで、ちょっと欲しいなって思ってた商品です。石鹸がついてないお手洗いとか、まあ、外の出先でちょっと手リフレッシュしたいなっていう時に、あと山とかでもね、なんだろう、まあ、自分が持ってる水で手洗ったりとか、そういった時もサバイバルシリーズにも含まれるまあ薄っぺらいし持ってったら便利かなと思って買いました。であとはこいつはねあったら損しない充電ケーブル。充電ケーブルだって、充電ケーブルが、まあ、これちょっと2メーターで長いからあれだけど200円、100円200円で充電ケーブルは買えないから、でね、もし壊れちゃったりとか切れちゃったりしたら困っちゃうから念のため買っておこうっていうので買いました。これ2メーターっていうのも結構重要意外とね、コンセントが遠くて届かなかったりとかするかもしれない、そうそう。あとは一応充電転送、これ転送しかできない、充電しかできないも結構あるから、だからこれは充電転送でちゃんと買ったから大丈夫で、こいつはちょっと試してみたいだけだけど、変換アダプター USB をタイプ C の端子に変換できる。そうだから携帯、俺の例えばスマホにこいつを挿して、ここからさらに普通のさっきのこういう充電器を挿すと、昔のゲームボーイの通信ケーブルみたいなゲームボーイとかゲームボーイアドバンスの通信ケーブルみたいのがこれでできて、データ転送をそれでやる必要があるかっていうとちょっと微妙だけど、充電、こっちの携帯は充電あるけど
例えばもう一つの携帯が充電少なくなっちゃったとかの時にはこれで給電できるのかなって思って買ってみました。多分できるはず。うん、はい。あとはこれ娯楽用。なんかね、どれだけテーブルが大きいかとかもわからないからパソコン見ながらご飯とか意外とできないかもしれないし、こういうスタンドに立てて使えたらなっていう少しだけ生活の質を上げるアイテム。かつスペース少なめでいけるしね。うん、あとはこいつは念のためボタン電池です。結構体温計とかの電池に使われるのがこの LR41 っていうボタン電池と、こっちはスーツケースの重さ測ったりするスケールの手で持つタイプのスケールの充電。あとはいっぱいね時計の電池とかも持ってったりはするけど、この辺もまあ、本体買い替えるより電池このサイズで持っていけるんだったら楽ちんかなってことで買いました。でも今までの感じからするとここは見つけるのが難しかったから、うん、住所が決まらないとね Amazon とかもうん、買えないからね、送れないから、念のため持っていけるものは持ってって、まあ、その安く手に入るのであれば日本から持ってった方が向こうに行ってからのコストがかからないから、まあ持ってって損はないなってものを購入しました。あとはね行ってからスーパーに行けるならいいけどね、近くにこういうなんだろうドラッグストアみたいなところとか電化製品が買える場所っていうのがあるかもわからないから、まあいいんじゃないって感じ。どちらにせよ今までうん、海外に住むってなった時に買った製品ばっか、うん、あとはちょっとあったらいいなとかうん、っていうのを今回は第1弾で買ってきました。はい、バイバイ。